こんちは。4G を自由にプレイ、パート5です。今回はオンライン時代にたびたび見かけた謎の武器を使っていくよ。生産総中根を一から作るの久々でしたが、虫餌の量えげつないですね。上餌がある時に貯めとかないとあかんね。またいつ作るかわからないから。というわけで最終形態はこれだね。武器名はナイトメアだ。ネルスキュラの睡眠属性武器ですね。VK バンドの名前みたいです。ちなみにワイルズにもスキュラ武器はあるが、あっちはスニークロッドだから系統は別なんだよね。4にもスニークロッドはありますが、毒属性です。ワイルズの方は両系列を合体させたような形ですね。で、スキルはこんな感じ。匠をつけても紫ゲージは出ないよ。触光のメガネ 1V でトラップマスターが発動します。これ、受け取ってから初めて装備しましたね。闘技大会の報酬だったっけな。入手難度と性能が釣り合ってないような気もするが。とにかく、これでやっていこう。スキルでわかる通り、睡眠爆破を使っていくよ。クエストは140のキリンラーをチョイスしました。水爆といえば、キリンなところあります。ラージャン戦が非常に不安ではあるが、やってみよう。で、冒頭に言ってた謎の武器ということなんですが、この武器、オンラインでたまに見かけましたね。野良パーティーやってると、1ヶ月に1回くらいのペースで持ってくる人がいたんだよな。もちろん、睡眠薬としての採用なんだろうけど。なんかこの武器、妙に手堅く評価されてるイメージなんですよね。いくらなんでも倍率が低すぎないかと思ってましたが、不思議と蹴られてるところをあまり見ませんでした。そんなわけで、我々はマルチ時代使うことはなかったが、せっかくだし、真面目に運用してみようと思ってね。ソロとマルチでは運用違うでしょうが、単体でどれくらいやれるか見たかったんですよね。お、最初の睡眠取れたね。寝かせる力はやはり高いみたいだ。では、高速で爆弾を置いていきます。話いらないだろというツッコミは、なしでお願いします。寝起きドッキリだと無関係だからな。プラスでつけるスキルもなかったからいいんだけど。キリン戦ですが、2回睡眠を取ったら乗り、という流れが良さそうですね。ロケハンした感じだとそうだったね。乗りの前に3色取り直すのも大事だ。もう2回目の睡眠来ましたか。さすがにエフェクトの発生が偏ると早いですね。総中根の手数のなせる技だね。属性値も260で割と優秀だし。予定よりだいぶ早いが、2回目の睡眠では研ぎ直したりしよう。一応技物もありますけど、すぐ青まで落ちちゃいますからね。じゃ、虫飛ばしてドッカンと、爆風に巻き込まれないように注意だね。起き上がりの隙、結構重要ですからね。頭を殴る機会があまりないもので。切り上げをうまく当てるしかないからね。前に陣取る必要あるから結構怖いんだよな。さて、睡眠2回が終わったところではあるが、今乗るのは時期が悪いな。多分、もうすぐ3色が切れるんですよね。ダウン中にエキス回収するのはもったいないです。ここは冷静に回収し直していくべきだね。幸い、キリンから3色取るのは難しくない。角が赤、上半身が橙、下半身が白ですね。紅白揃いやすいのはありがたいです。唯一、赤だけちょっと工夫がいるね。振り向きにうまく合わせたいところだ。スピードについていくために白を優先するのをおすすめです。ケツに当てれば簡単に取ることができます。こういう時、V がアバウトな相手は嬉しいよな。そのくせ、ちゃんと3色取れるというね。ドスランとかも V が少ないが、少なすぎて2色しか取れないからな。そもそも3色取れないって結構ひどいですよね。総中根だけ本領を発揮できないことになります。まあ、2色で十分やっていけるほど総中根自体が恵まれていますが。中型と大型の差ですわな。キリンもサイズ感だけは中型クラスだが。上から失礼しますよ。乗れましたね。キリンの乗りは割と簡単な方です。方向もないし、暴れる時のゲージが減るタイミングもゆっくりめに設定されてるね。古流クラスのやつは大体乗りが難しいんだが、キリンはこういうところも優しめだね。サイズ的にも乗りがしっくりきますね。セクレトの代わりになるでしょうか。いや、滑空できないから厳しそうだけどね。攻撃性能は段違いだけど。それもはや音もんですよね。で、今何気に水爆ミスりましたね。あんなに早く寝るとは思えなかったんだよ。上振れすぎるのも困りものだな。乗りダウン中は頭殴り放題ですからね。起き上がりと合わせてかなり攻撃できるんですが。さて、これで睡眠3回と乗りが終わりましたか。次の睡眠まではちょっと間が空きますね。しばらくはガチンコ勝負かな。落雷の麻痺にだけ注意しないと。
速攻のメガネ 1V でトラマス発動はいいんだが、ピアス系だから防御力低くてな。猫飯も火薬術つけてるせいで根性ないですからね。まひったらオツ確定です。ちなみにロケハンした時もあえなくコンボ食らいました。あれほど屈辱的なオツもないですね。まひったら最後攻撃を待つだけだからな。麻痺した瞬間リタイアでいいくらいだ。4の麻痺って起き上がりも位判定あるんですよね。なんでより厳しくしたんでしょうか。割と謎だよねこれ。モンハンクロス系は元に戻ってたと思うし。ワールドでもかなりもたもたしてたし、麻痺はこういう方向性にしたいんだろう。かなりいい迷惑ですね。食らわないように気をつけましょう。さあ、4回目の睡眠が入ったぞ。もうだいぶ削ってると思うが。このキリンは割といい個体ですね。頭を殴る機会を結構もらえています。キリンは体力が低いので水爆戦法は有効ですが、武器のダメージも軽視はできません。下位や上位とはわけが違うからね。爆弾2個置いてもたかが数百ダメージだし。ただまあ、ナイトメアの強みは分かったよ。特化させれば睡眠薬としてはかなり優秀だろうな。元の会心が高いのも特殊会心との相性がいいですね。体験3と合わせれば相当有効でしょう。星村区はもうオンラインできないことです。1回くらい使ってもよかったですね。我々もあの頃と今とでは考え方も違うしな。倍率が低い武器は軽視してたからね。それと、睡眠の双剣持ってたのもありますね。さすがに双剣に高速で勝てる近接はないですから。双中根がただでさえ強化が面倒ですし。それが一番の理由かもしれないね。振り方も間違えられないから神経使うんだよな。あ、なんか終わったわ。結構早くね。6分台は予想よりかなり早いですね。10分くらいは覚悟してましたが。しかし、問題はここからです。ラージャンはキリンほど爆弾が有効ではありません。とりあえず、探しに行きますか。あ、来た来た。探す手間が省けて助かるわ。何はともあれ、エキス回収ですね。進撃がないと白が取れません。ラージャン戦の総中根は、ここが難しいんだよな。白が取れないと逃げるだけでも厳しくなる。そのため、長期戦は避けたいですが、今回は火力がそもそも出ない武器なので心配ですね。つうか、対象持ってきちゃったけど、コンセプト的に続撃の方が良かったかもなこれ。爆弾はともかくとして、寝かせるだけで一定時間殴り放題にはなりますからね。当然、対象の方が効果時間は長いですが、白が取れてないと結局きついです。さて、3色も取れたし、ラー攻略といこうか。ナイトメアの底力を見せてくれ。弱特挑戦者まで積んでるので、最低限火力は出ます。特に挑戦者は相性がいいはずです。この武器、スムラだったら結構ガチだったのにな。スニークロットは最後スムラになるよね。ですね、無効は毒属性だから、さすがに睡眠の方が弱くしたんでしょうか。属性値もかなり抑えられているし、紫くらい出てもよかった気はしますが。よし、まずは最初の解除が完了。やっぱり、モーション値は凄まじいな。あとはどれくらい寝てくれるかですね。3食の時間もあるので、キリンよりシビアです。とにかく欲張らないようにしないとな。耐震がないから全部回避で避けないといけない。手数を出したいあまり無理をして、ほつったら意味ないですからね。睡眠はあくまでおまけと考えて、基本は武器で削りに行くように考えたいです。キリンほど爆弾ダメージも有効じゃないからな。そこは割り切っていこう。さあ、最初の睡眠が来ました。結構早いですね。いい感じです。よし、じゃあ研いで爆発させていこうか。爆弾残っててよかった。キリン戦、思いのほか早かったですからね。爆弾は頭側に当てて、後ろ足を殴る感じでいくぞ。こうすれば、発見から振り向きの時間ももらえますね。ラーを起こすときよくやるやつです。しかし、怒り状態で寝てくれたのは都合がいいですね。挑戦者が発動する上に、怒り以降のバックジャンプもしなくなるからね。ほぼ狙って制御できるもんじゃないが、発生してくれたのはありがたい。この分だと、ラージャー戦も意外とすんなりいけるかもですね。いやいや、まだ歯を見せてはいけない。キリンが一回寝たのとは、わけが違うんだから。キリンとラーの体力差だけでも 1.5 倍くらいあるからね。言われてみればそうか。単純に寝る回数も少ないでしょうしね。さあ、エキスが切れかけです。最極までは余裕ありますが、真っ先に白を確保します。白がないとダブルアップすらできないからな。硬化すると本当に窮屈になるよね。これがなけりゃ、もうちょい総中根持ってたんですがね。気をつけないといけない要素多すぎるんですよね。
解決手段が進撃しかないのがエグいよな。全武器で一番効果の影響を受けてるかも。チャークが盾強化できないみたいなもんだからね。武器種のコンセプト自体潰しちゃってる。ダブルアップの時点で攻撃力 1.2 倍ですからね。さすがに赤だけでは効率が悪すぎます。そういうわけなので、さっさと3色揃えましょう。銅にめり込む感じで、代々を採取します。時間的に、最極が近いな。来ましたね。エキス切れのタイミングとしては噛み合いました。では、対象を研いでいきましょうか。石1個で解除を目指しましょう。最極を見据えて、進撃は残したいからね。ラージャンの行動次第ではあるが。デンクシーとボディープレス以外なら何でもいいよ。とにかく振動ないやつ来てくれ。心眼があるので、効果は問題ないですね。とにかくたくさん殴って、早めに解除したいです。後ろ足に弾かれてる。こういううかつな一振りは良くないな。このワンミスで落ちったりしますからね。総中根は弾かれた後の隙が非常に大きいです。タイラーは向かって右にいるのが鉄則ですが、コンのモーション的に引っかかりやすいんですよね。総中根はハンターの左側から攻撃が出るからね。ちょうどラーの後ろ足に当たりがちだ。もうちょい離れるか密着するかしないとダメだね。中途半端が一番良くない。まだ最極なんで先は長いですからね。慎重に削っていきましょう。お、今の尻尾狙いはいい感じだったね。これ弾かれずに当てるの結構むずいんだよな。解除を進める上では非常に重要なところですね。リスクも低いのでしっかり狙いたいところです。対象の効果時間が半分くらいまで来ましたが、解除値の蓄積は結構順調っぽいですね。だね。あと1回まとまったチャンスをくれれば、そのまま解除ができそうな予感。早速来たね。これでどうか。ナイス解除です。順調な流れですよ。いいね。キリンに引き続いて、こいつも早めに終わるといいが。あとは睡眠エフェクトが出れてくれればな。早めに2回目を取りたい。さあ、その後数分が経過しました。戦闘は割と順調なままですが。これ、ちょっとまずい状況だね。対象を研いだばかりなのに、3色が切れかけてる。回収には、進撃を重ね掛けしないといけないが、そうすると、石が同時に切れちゃうな。とはいえ、白が取れないと戦力大幅ダウンですからね。そのまま立ち回るわけにもいきません。恐れていた事態が起きちゃいましたね。もっと3色の時間に気を配るべきでした。そうだね。3色切れの時間を管理していれば、進撃から入る選択が取れたな。最極2回目だから解除できるかはかなりギリギリだ。3色も石も切れたらまずいぞ。石はまだなんとかなるとして、3色が切れると結構絶望ですね。移動速度がガタ落ちするので文字通り手が出せなくなります。一応、ラーが出れれば解除の可能性はあるか。ちょっとあがいてみるか。あ、終わった。やはり石1個分の時間で解除は無理でしたか。もうそろそろ3色も切れてしまいます。対象も再使用まで短いとはいえ90秒間は必要です。移動もまだ先だろうからな。こりゃちょっとぐだっちゃいそうだ。仕方ないから削れるだけ削っとくか。極限に関してはマジでどうしようもないからな。本体極限の厳しいところが出ましたね。スラークのゲージみたく石もリロードできればいいのに。石にリロード機能あったらちょっと面白そうだね。砥石くらいの隙で回復できたり。エリチェンすれば安全に回復ができるとかなら、強制弾かれも多少マシになると思いますね。ただの妄想ではあるんですがね。あまりにもやることなさすぎてやばいです。白が切れた総中根なんて見てられないぞ。動画の企画潰す気かよ。ああ、無情にも3色マークが点灯しました。まともに戦える時間は終わりのようです。嘘だと言ってくれよ。キリン倒すまでは順調だったじゃないか。これもリアルな狩猟風景としてお届けするほかありません。火力が低いので仕方なさはあります。これ、続撃にしたらちょっと変わりそうですね。睡眠が入るだけでだいぶ楽になりそうな予感がします。対象の効果時間の長さがあんまり生きてないもんな。睡眠なら一時的に赤エキスだけで立ち回れるし。つうか、そもそも寝なさすぎだよな。10分くらい戦って1回しか取れてない。仕方ないですよ。戦闘時間の半分くらいは属性カット状態なわけですから。ラーの睡眠耐性はそこまで高くないですが、さすがに速攻とはいかないですね。属性を盛れば寝る回数は増えるだろうが、それだと火力が出せないからな。さあ、しかし、しれっと石復活してますよ。白エキスは取れないままですが。解除値が減らせるだけでありがたいよ。ダメージ軽減効果も普通に嬉しいし。ここで移動か。進撃もそろそろ復活だし、ラストスパート行くぞ。
これ、討伐までに睡眠入るでしょうか。さあ、解除はできたが、20分間に突入しちゃったぞ。睡眠も取れておりませんね。本当にこのまま終わっちゃいそうな。あ、寝ました。2回目は時間かかりましたね。これで終わらないかな。さすがにしんどいぞ。爆弾がまだ残っていますね。これがすでに想定外です。キリンで使い切るくらいに思ってたからね。あ、終わったわ。爆弾のおかげ。なのかこれは。役に立ったのは事実でしょう。それにしても結局21分かかりましたか。ラーに12分くらいの計算ですね。キリンの倍か。体力差を考えても結構厳しいな。極限相手にはやはり物理火力が必要ですね。決して弱い武器ではないんですが。いろいろ得るものはあったね。それじゃあ報酬を見ていこう。数はそれなりですが、レア銃はありませんでした。最近発掘運が微妙だな。せめて4000ポイントくれ。はい。というわけで、ナイトメアを使う回でした。少なくとも使いどころはある武器でしたね。特化させれば睡眠薬として優秀でしょう。マルチ時代に一定数いたのも頷けます。ただソロだとペダンの壁が厚すぎるね。やれないこともないんだが。少なくとも汎用コンとしての採用は見送りだ。倍率か切れ味がもう一段高かったら、ワンチャンあったと思いますがね。だね。極限の仕様と噛み合ってないだけな気もするが。気になる生産武器があったら、これからも検証するとしましょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。